こんにちは、加藤です。今日も始まりました100人100作品高評会。本日は前回の太郎さんの高評会の続き、パート2になります。原田さんとの対談、早速行ってみましょう。どうぞ。カメラがオンになってないね。聞こえる？あ、お、ついた。オッケー。どうあ、も。聞こえる？聞こえる聞こえる。あ、よかった。どうなるかと思った。でも、お久しぶりです。お久しぶりです。なんか微妙にピントがボケてるけど、カメラの。もうちょっとこっちにしようか。こっちか。まあ、カメラこんなもんなんだわ。了解。ちょっと傾いて、傾いてね。まっすぐ。はい、まっすぐ。なりました。はい。どうもお久しぶりです。どうもお久しぶりです。ご無沙汰しています。なんか変わってないね。変わってない？いや、原田も変わってない。まあ俺はなんかこんな感じだけど。おじさんだよ、俺も。すっかり。お互い同い年だからさ。同い年だよ。そうか。いや。急になんか、全然構わないね。YouTube で作品高評価ってやってるんだけど、こういうね、添付したのを見てもらった。そう。見た。なんか。始めたばっかりっていう24歳の。24歳か。そう、学生がこれからドイツで留学したいということで、あれドイツといえば原田、ちょっとお話を聞けるかなっていう。そう、なんか、いろいろ読ませてもらったけどな。結構ね、質問したらしっかりと返答をいただいたので、でね、その YouTube 動画内で原田のこともちょっと紹介させてもらって、はい。で、ホームページに載っけている文章を読ませてもらったんだけど、すごくありがとう。いい文章っていうか、原田がこんな文章だったら僕知らなくて。なんかね、普段本も読まないのにな。いや。ろくに本も読まないのにな。ドイツの外務省のヤングジャーマニー。そうだね。記事、それから、ホームページに載っている文章っていうやつ。文章ね。はい。紹介してもらって大丈夫？もう全然構わないよ。読んで聞かせたいなと思って、この視聴者。ありがとう。伝わってもらいたいっていうのと、あと、その間、原田の作品、バラとか、花の作品とか、あるね。はい。もういいよ、別に。全然。原田の文章を読んでるときに、もうバックというか、画面を画像、こんなのを書いてる人なんだっていうのがわかるように。いいよ、別に好きに知ってくれても。読んでみたら結構長くて、20分長いね。時間になって。そうかもね。原稿用紙4枚分くらいっていうとね。文章を書くっていうのは、これは2005年とかそんなんじゃないか？ 2005 年あたり。書いてないか？2回目に京都で個展した時に配ったから2005年ぐらいだよね。その頃、わかりました。出品者の太郎さんは、今24歳で大学院を休学して、進路変更ってことだよね。やめて、そうみたいね。今語学を学ぶべく出国を待ってたいってことなんだけど、なるほど。原田が留学なのって何歳の時なんだっけ？24ぐらいだね。じゃあ同い年くらい？同い年ぐらいだね。だから水道端で4浪して、一回ドイツに行ったんだよね。で、その頃、親父が勤めてて、ドイツに。で、それで旅行がてら行って、その時いろいろ旅行してもらったのが最初だけど、その時は留学じゃないよね。最初、じゃあ、きっかけは、お父さんを訪ねて、遊びと一回行ったわけで、最初から留学考えてたわけじゃないんだ。うすうす感じてたんだけど、とりあえず、日本が離れて外国のあれを見てみたいっていうのがまず第一にあって、ちょうどその時親父がドイツにいて、ちょっと居候させてもらって、それがきっかけだよね。その時は留学するとは思ってなかったよね。思ってなかった。日本の受験は一旦そこで休止っていうか、もう終わった。やめた。受験はもうしないって決めて、もうしない。もう決めた。今回で行った。そう。その通り。その4浪って、芸大だったんだっけ？
そうだね、ずっと芸大一本だね。次第は受けずに、芸大のみで。次第は受けないだったね。だから、なんかね、集団催眠みたいにかかっちゃって、もうなんか、もう芸大でいいやと思っちゃって、もうそれがダメだったらもうヨーロッパ行こうって言ってとかね、なんかそんな風にうすうす感じてて、まあ4浪までしたらもういいやろうと、もうやるだけやったんじゃないかと。だから、そこでもう何の未練もなくやめたよね。ああ。まあ、うん。自分の中ではもうケリがついてっていうこああ、と。もうキリがついたね。もあう5年も6年もやるほどのことじゃないなと思ったこともああ、って、まあ、ちょうど4年ぐらいで、ある程度もうやりきった感があったんだよね。だかああ、らもういいわと思って、もう何にも持たずにドイツに行ったよね。その、うん。ドイツってそれまで全然言葉とかやったことなうん。かったわけでしょ？もう全然ダメだね。授業を受けられるくらいっていうか、そのくらうん。いの語学が、うん。会話ができるレベルになるまで、期間としてははい。どのくらいの時間がかかったんだろまず最初に向こう行って、で、まあ、いろいろ美大とか見て回ったんだよね。う？おー、当然のごとくドイツはい。中のね。うん、で、旅行しがてらいろんな美術館行ったりして、うん、まあ、それが目当てで行ったんだけうん、ど、まあ、まあ、何しろ言葉が通じないんだよね。うん。だからやっぱりその言葉の壁っていうのが大きくて、だからその語学学校に通い出したんだよね。まずドイツのゲーテに通い出したのね。あそれでビザを取って、で、日本にちょっと家族の用事で帰ったりしたから、だいたい2年ぐらいかかったね。1年半ぐらいかかったかな。あ、1年ちょっとぐらいはもう語学ばっかりだったよね。あ、本当に。あうん。で、それで傍らへの、受験ドイツの芸大受けるのも受験にあるから、うん、うん。その準備してたんだけど、まあ、ろくなことできなかったよね。何あしろ、語学が難しいんだわ、やっぱり。難しい。あうん。だからやっぱりもう英語も忘れてるし、あ、だから何のコミュニケーションの手段もないわけじゃない。うん、うん、うん、だからドイツ語1から始めるうん。と、もうまるってわかんないんだよね。だかあらあ、もう日常会話が追いつけるまでにやっぱり数ヶ月かかっうん、うん、て、まあだからちゃんと大学受ける、まず、まあとにかくドイツの芸大も難しいんだよね。うん、入るのが。うん。だから東京芸大ぐらい難しいから、で、最初相手にされなかったんだよね。自分の作品、ね、水道端で書いたのを持って行って見せても、まあ、全然相手にされてない、相手にされないというのがね、素直なとこで、だからもうその頃はもう、画家の道も、半分挫折っていうのもあったから、まず語学にしがみついたんだよね。まずは言葉。もうとにかく、うん、もう言葉をまずやろうと思って、まあ、それで仕事ができるくらいにはなろうと思ったんだけど、やっぱり2年ぐらいかかったよね。で、ちゃんとその資格取って、ドイツ語学校を卒業できたのが、やっぱ23か4、23の終わりぐらいだったんじゃないのかな。で、それからようやく本腰入れて、なんか、絵を描けるようになったよね。それから、トントン拍子で大学入れたんだけど、まあ、それまではもう全然ダメだったよね。向こう行っても。うん、ちなみにその、何を言ってんのかわかんないからね。相手にされなかったっていうのは、どこの大学うん。の先生に作品を見せた？あのね、まずね、大学訪ねて、まず右も左もわからないうん、から、うん、だからありとあらゆる教授ね、見てくれそうなところを訪ねて、回ったんだけど、その時に、まず第1回目受けて落ちたんだよね。デュッセルドルフ芸大。あとベルリン芸大って受けたんだけど、ダメだって、あとミュンスターっていうところも受けたんだけど、ダメだって、結局向こうでやることは全然日本の美大とかでやることと違うわけさ。僕らがやってたの木炭デッサンとか、基礎的なデッサンって大事なんだけど、向こうの人たちそれを見ようとしないの。で、何が見たいかというと、もの的にはね、20枚ぐらいデッサンっていうか、ドローイングとかそういう持ち運びできるサイズの作品を20枚か30枚ぐらい用意して見せて回るんだけど、要は技術とかその完成度じゃなくて、何がしたいかとか、その人がどういう方向性を持ってる、どういう可能性を持ってるのかっていうのを見たいんだよね。だから日本で習った技術を見せても全然ダメなんだよね。
技術をあも見たいわけじゃないというのははっきう、りしてもう全然ダメだったね。だから、もうああいうことを見せてもダメだよってやっぱり言われて、それからその語学やりながら、ドイツの美大のための受験勉強を始めうん、たんだけど、うん、それはもう一切その、いわゆるその描写とうん、かそういう日本の水道端でやったことを全部否定して、要は抽象絵画みたいなのチャレンジして、まあとにかく形描かない世界やったんだけど、だからもう絵の具なすりつけたようなね。うん、やったんだけど、結局それも相手にされなかったわけ。もう全然ダメだって。だからその頃だよね、そのゲルハウト・リヒター一回うん、店に行ったのね。それはもう奇跡的なんだけど、その頃ちょうどゲルハウト・リヒターがデュッセルドルフ芸大でクラスを持ってて、その頃、デュッセルドルフアカデミー芸大って言ったらもう世界中の有名な先生たちが教授だったんだよね。だからそこら辺ので画集でバンバン出てるような人たちだけが教授だって、まあ、今はそんなことないよ。僕らが行った当時は、そのナムジュンパイクとか、ゲールハート・リヒターがペンクとか、マーカス・ルベルスとか、まあそれこそもう有名勢がもう教授として、もうそれこそ会えるだけでも大変なことだって、その時、ゲルハルト・リヒターに手紙書いて、アポイントを取ってもらったんだよね。それで、今まで書いた作品とか、水道端時代に書いた作品、全部写真に撮ったやつを持って行って、見せたんだけど、全然ダメだったね。ちなみに会えた時間っていうか、見てもらった時間うん。的には何分くらい？ 30 分。まあ、30分ぐらいかな。デュッセルドルフ芸大に持って行ったんだよね。それで最初に生徒に見せて、アポイントをつけてもらって、で、ゲルハート・リヒターが現れたんだけど、今じゃもう絶対考えられないけどね。だからその時に、もう言葉じゃなくてわかるじゃん。はい。もう反応が。うん。もう言わなくてもわかるんだよね。あ、これはダメだっていうのがあで、何を彼が言おうとしてるのかっていうのは言葉じゃなくてもう分かったよね。あ、うん。で、何をしてんのか分からんと。なんか一生懸命、熱心に毎日のように絵描いてるのは分かるし、熱心なのは分かるんだけど、何がし、何これ何がしたいの君っていうような。だから君は制作に対して不安はないのかって言われて、で、その頃、不安っていう言葉がいまいち意味が分からなくて、不安なんでありませんって答えたんだよね。そしたら、もう一回作品見直して、もうそんなようじゃ君は伸びないと。だからもう僕のクラスにいてもやることはないからもう君はダメだと言われて断られたんだよね。で、結局またそれで分からなくなっちゃって、だから、まあ、その時ももうダメだ。その時ももう、語学だけになっちゃったんだよね。で、まあ、ようやく語学が終わって、それからだよね。ようやく集中してその作品に取り組めたのは。いや、それまではもう全然ダメだったね。僕の場合ね。だからもっと要領よくやる人はたくさんいるんだけど、まあ、僕はそういうふうにはできなくて、だからそれからだよね。だから本腰入れて、それこそやっても、本当にこれでダメだったらもう日本に帰ろうと思ったのが24、4ぐらいだったかな。それぐらいだったと思う。その時に、いろんな巡り合わせがあって、まあ、将来お世話になる先生と、まあ、学校入る前に会えたりして、まあ、その時もダメだったんだけど、足毛にされたんだけど、で、結局いろんなきっかけをもとにして、聴講生になれたんだよね。デューセルドルフ芸大の。で、そこで先生とコネクションっていうか、大学とコネクションができて、で、合格したんだけど、結局、その彼もそうだけど、何にもなくて受けても受からないんだよ。だから何しろ2000人とか1500人ぐらい来るから、で、先生たちもいちいちそんな見ないんだよね。だから、ある程度、試験前に、自分の作品を持って、まあ、もうとにかく先生もあるんだよね。で、先生が来る日を、生徒たちに聞いたり、張り紙されたりのチェックして、で、ずっと待ってたりするんだよね。それで、もう見てくれない先生もたくさんいて、僕らの時は一人二人の先生たちは定期的に見てくれって、それで入れたんだけど、だからもういつも先生が来る日になったら4、5人廊下で待ってんだよね。これから入りたい人たちが。そうそうそう。それで、先生が、出待ちしてる。そうそうそう。で、作品見てくださいっつって、で、いいよって言われたら、廊下にみんな作品並べるんだよね。
それで先生がこうチラチラ見て、もうこれは全然ダメだねとか、もうこれもうやるだけ無駄だとか、まあ厳しいこと言うんだけど、引っかかったら、もう1枚でいいんだよ。それこそ。1、2枚でいいわけ。引っかかる作品を作ればいいわけ。だから先生の目を引く作品ね。だからなんかこうフィーリングがあったり、ピピッときたりすると、あ、ちょっと名前控えさせてっていう、ここまで来るわけ。もうそうしたらチャンスだよね。だから、大半はダメなんだよ。もう相手にされない。とにかくそのドイツの芸大って税金で成り立ってるから、学籍は少ないんだよね。50人だもんね。その代わり、だからその入ったら、すごいあったかいんだけど、だから入ったらもう手のひら返したようにその国が保護してくれるんだけど、もう入るまでが大変なの。だから、ゲルハウト・リヒターでも一つの席に対して100人来るんだよね。だからもうそれぐらい人気のある先生っていうのは倍率があって、だからもう最初絶望ばっかりだったよね。でもただその、何かをきっかけに、道って開けるんだよね。だから先生と会うタイミングとか、こうフィーリングが合う、考え方が合うつって、そういうのを掴んで、それでコンタクトが成立すれば、大学への道が開けるんだよね。それの掴むのがチャンスなんだよね。そこが難しい。で、あとはもう、そこまで持ってきたら、試験受けて、その名前でも控えさせてもらったら受かる可能性ができるよね。ああ、それは大変だよ、やっぱりで向こうもね。乗り越えてきたもんね。ああ、いや、それで、まず入ってから1年間は、その文章にも書いたけど、みんな一緒なんだよね。油絵家であれ、彫刻家であれ、何かであれね。まあ、とりあえずその1年間を自分たちの前で仕事をさせてみて、1年後に進級試験があるわけ。本当にその合格を与える人材として。その通り、その通り。それからクラッセン通学って言って、気に入ってくれた先生の下で勉強ができるんだよね。だから、まあ試験だったけどね。だからやっぱり大変だったね。もうヒリヒリしてたよ。20代は。いや、でも大学もなかなか僕も東京芸大も含めて入れなくて、で、やっとそのデュッセルドルフ芸大っていうね、とても有名なところに、ちょっと席を置く可能性ができて、もう嬉しくてしょうがなくて、だからもう朝から晩まで徹底的に仕事したよね。もうそれだけはもう言えるよね。だから、もう、向こうの人って割と、毎朝毎晩やるわけじゃないんだよね。だから、割とひょうひょうとやってるんだけど、やっぱ日本人とかその東洋人の強みっていうのはもう、朝から晩まで徹底的に仕事したりするんだよね。真面目。それ、もう真面目。もう、でもそれしかない。勝とうと思えば。やっぱりそこで向こうドイツ人たちと同じように留学してたらやっぱりついていけないよね。だから入ってからも大変だったよね。だからで先生のところ入って僕の時そのオランダのヤン・ディベツっていうね先生だったけど、まあいい先生だったよね。何がいいかって言ったら若い子たちのその伸びるかもしれないきっかけの可能性を見つけるのがうまいんだよね。だから、イメンドルフとか、そのペンクとか、ゲルハウト・リヒターって、その作家としてはものすごくいいんだけど、みんな先生たちの真似しちゃうんだわけ。だから先生の影響があんまりにも大きいと、かえって伸びないんだよね。新しいことをやろうとする連中は、結構、何々先生系みたいなのに落ち着いちゃう。そうなっちゃうんだよね。だからみんな先生の卵みたいになっちゃうの。そうするともう、大学卒業してから結果的にはもう伸びないよね。そういう意味では、やっぱりその可能性を見出す先生っていう方が、次の世代にとってはやっぱりいいんだね。そうだね。だから僕のそのついたそのヤンディベツっていうのは、むしろその自分では全然違うことやってんだけど、いろんなタイプの生徒を取ったよね。だからその辺でそれぞれの可能性を見出して、その子たちのなんか成長を手助けするっていうのがすごい長けたいい先生だったけどね。だからその先生のおかげでやっぱりプロになれたよね、最後はね。だからそうじゃなかったらずっとアマチュアだよね。
だって、原田は今、風はい。景とか花とか、うん。リズム、具象で描いてるけど、そのうん。当時、その大うん。学では、そういった具うん。象をやってる人、そういなかったわけでしょ。そうだね。もうどっちかって言ったらね、ドイツとかその現代美術が盛んだうん、から、うん、デュッセルドルフ芸大でも現代美術が盛んなんだよね。うん、だからやっぱり絵描く人材もやっぱりだんだん少なくなってるのは事実やうん、って、うん。だから僕らのクラスには、僕みたいなその風景描いてるやつもいたら、抽象やってるやつもいて、ミニマルやってる人もいて、あ写真やってる人もいあ、うん、て、まあ、要はその先生の好みの、現代美術館みたいになってたんだよね。ああ、うん、だからいろんなタイプの生徒がいて、うん、で、僕はまあ、写真はちょっといじくったことあるけども、インスタレーションとか、なんか、うん、なんていうの、こうなんか現代美術っぽくうん。やるのがすごく苦手やっあて、あ、だからやっぱり、今までやってきたものを否定するなと言われたの、先生に。ああ、で、水道端とかでやったことを、うん、無駄にするんじゃなくうん、て、で、今までやってたことをもっと大切にしろと。うん、だからもっと君が日本人であることをもっと大事にする。だから僕は、ドイツに来てからいろいろ試したことは、うん、マネやと思ったんよね、向こうのああ、人は。うん、要は日本でやってる現代美術っていうのは、向こうに持っていくと何でもないわけさ。っああ、ていうのは、向こうの人たちは、それがもうできちゃうから。うん、だから、日本人がそういうことやっても、もうそこが知れてると。うん、でも実際のところ、日本人には日本人の文化があっうん、て、だからもっと、なんていうの、自分のウーアスプルングっていうんだけど、うん、根源うん、にあるものをもっとうん、考えなさいっていうことが、授業だったよね。ああ、だから逆に言ったら僕はそっからいろんな美術館とか見て回って、日本の美術も勉強するようになったんだよね。そのあ文章にあるようにね。あ、うん、だから、やっぱり日本人であることを否定するんじゃなくて、で、いろんな文化っていうのをやっぱり総合的に勉強するっていう機会だったなっていうのは思うけどね、よく言えばね。ええ、だから日本でいうその現代美術でうん、みんなが抱えてる現代美術とヨーロッパで抱える現代美術っていうのは幅が違うんだよ。うん、だからもっと幅が広いんだよね。ああ、だから、それだけやる人間が多いのと、うん、それだけうん、バックグラウンドがしっかりしてるんだと思うん、うんだけど、うん、一言で言えないわけ。一言ああ、でくくれない世界なうん、わけ。だから、いろんなタイプがあるわけなんうん、だよね。で、それをひっくるめて現代美術うん、になってるから、うん、だから自分のオリジナリティというか、自分のものを、もっと追求しないと、向こうでは通用しないよね。うん、だからまあないです。最初はしょうがないじゃん。だからその彼が見せてるようなデッサンも、うん、まあ要はやらないよりやる方がいいんだけうん、ど、だから向こうではまだまあ、そういうのはあんまり見ないよね。ああ、だから、結果的に必要とされるのは、その人がもっと自由表現で何をしたいのか、その現代においてどんな表現をしていきたいのかっていううん、頭の中を見たいわけうん、うさ。ん、で、それをもっと示せていけたらなと思うんだけど、うん、でも結局僕らっていうのは基盤がヨーロッパじゃないから、うん、やっぱりそういうオーソドックスなデッサンも必要なんだよね。ああ、だからそういう基礎的な知識を持ってるがゆえに伸びるんだよ、うん、僕らは。ああ、一応共通言語だから、としての、うん、そう、描写みたいなのも必要だ。そう、だから全くそういう、なんていうのが僕らがやったような石膏デッサンとかうん、も、もう必要ないって思うけども、やっうん、ぱりやったことは無駄にはなってないと思う。うん、で、やったからこそ、ヨーロッパ人にはない強さがあるんだよね。うん、それこそ、大学入った時からもう光ってた人間っていうのは3人ぐらいやっぱプロになってるから、うん、もう大半はなれないよね。うん、で、そういう人らはなんでかっていうと、子供の頃からやってるからなんか知らないけども、基礎ができてんだよ。ああ、だからやっぱり、デッサン書けって言ったら書けるし、うん、やっぱりある程度僕らが勉強したことを網羅できるわけ。うん、やっぱりそういう人たちがやっぱりいてるんだよね。ああ、で、大半がそれないから、うん、だから自分たちで好き勝手にやってるんだけど、まあ、それでもやっぱり向こうの人たち伸びるんだよね、あこあ、う。うん、ぐーっと伸びるんだけど、やっぱり最後は基礎的な力のあるやつが伸びていくうん、と思った。ええ、自だから分も、そうやって、うん、勉強してることは決して無駄ではないとうん、思うし、うん、それプラス自分の表現だよね。うん、何がしたいかっていう、うん、で、どういうところに関心があるかっていううん、こととね。
だからそういうオーソドックスな勉強と自分の表現。で、この2つをやっていくのがやっぱり20代前半では必要なんじゃないのかなと思うけどね。まあ、まだできなくてもいいから、だからとりあえずもう、向こうの美術に触れるんだったら触れて、いろんな教授たちの作品を見て回ったりしてね。だから今どういう表現が必要とされてるのかとか、学生たちの作品を見たりね、それこそ年に1回その大学の発表会があるから、ベルリンとかどこでも大学でもそうだ、ルンドガングって言うんだけど、で、それ見に行くといい勉強になるかもしれないね。いや、もう、僕はその最初にそのルンドガングでたまたま入ってやってたんだよね。で、1年に1回のその学生たちの展覧会ね、だからドイツに行って間もない頃だ、もうびっくりしたよね。もうすごかったよね。だからもうなんか、このまま美術館入ってもいいんちゃうかなと思うようなね、対策とかもういいんだよね。あら、もう度肝抜かれたっていうね。だから日本の美大とかよかって、その水道端であんだけやったんだったら、向こうではもう楽勝だろうと思ったら全然違って、もう向こうにぶったまげたよね。もう巨匠の卵みたいなのがいっぱいいて、あ、これはかなわねえなと思わせてくれたよね。ただ、入ってしまえば、やっぱり、まだまだみんなこれからなんだなって思えるような余裕ができたけど、その頃は分からなくて、まあ刺激になったよね。だからまあ若いうちに一回行って生で見てみるのはね、いいことだよね。彼にアドバイス、ガッツはありそうだし、やる気はありそうだなっていうのは文章を見てて思うから、きっと何かはするんじゃないかなと思うけど、割とドイツの芸大とかに来る日本人っていろんなバックグラウンドから来たりするんだよね。だから大体その東京芸大とかどっかの美大出てくる人がほとんどなんだけど、出てからだよね。だから、奈良さんもそうだったけど、大体もう日本の芸大美大出てから来る人が大半だったけど、ただ、向こうの芸大は大学出てなくても取るから、だからなんか光るものがあれば取ってくれるよね。そういう面白さはあるから、だから、きっと、なんか、チャンスがね、あればいいなと思うけど、まあ、ベルリンも難しいわ。もうとにかくね、もう来る人間が多いから、受ける人が多いからね。だからまあ、とにかく作品作って、向こうのクラスを見て回って、でとにかく友達とかも作って、情報交換し合うことかな。だから絶対うちにこもってないで、院にこもってないで、やっぱり向こうの人たちってね、ベクトルがすごい外に向いてんの。だから日本人で割と真面目で、こう中にベクトルが向いて、俺は何だろうってやってるけど、向こうの人たちこう、放出してるんだよね。それが基本的に違うよね。国民性の違い。もう国民性の違いもあるし、ヨーロッパ人っていうのはやっぱり、アートに対する考え方は面白いね。やっぱり面白いね。だからまあ触れて、で、美術だけじゃなくて、街に出てみたり、まあ居酒屋入ってね、ヨーロッパ人たちに触れてみたり、まあ旅行して、ピカソなりなんなりね、実物見て、とか思うのも大事だし、まあとにかく、1年、2年じゃわからないと思うね。もうとにかく5年、10年かけるつもりで、10年単位でものを考えるようにして、で、もう1、2年遊んでもいいから、もうヨーロッパ人になるんやっていうぐらいの気持ちでもいいと思うし、だから決して無駄にならないからさ、何をやったって。だから真面目に描くのも、作品作るのも一つの手だし、まあそれがないと始まらないんだけど、大いにエンジョイして、ね、たらいいんじゃないのかなと思うけど。ただまあ出てから、卒業してからの話をちょこっとすれば、大半が日本に帰る人も多いよね。だから向こうに残りたくても、やっぱり基盤ができてないから、まず経済的なことでつまずいちゃったりね。だから結局ビザの問題とかもいろいろあるから、
まあ、向こうにで作家として残るんだったら残ってもいいと思う。まあ、とにかく大学時代っていうのは割とちゃんとビザが保護されるから、その期間にいろいろ友達作ったり、仕事口作ったり、ね、作品作ったり、まあ、いろんな自由な時間をね、こう持って、で、卒業する頃にまたね、将来のことを考えたらいいと思うけど、まあ、その頃また向こうの奥さんとかできたらね、向こうに居ついちゃうだろうしね。で、僕の場合、その40ぐらいになってから、もうぼちぼち帰ろうかなと思ってた頃にね、親が倒れて。だからもう、なかったらもうずっといたけどね。やっぱりその親の問題とか、その家族の問題が出てきて帰ってきたけど、まあ、日本を知ってる人生もいいからね、やっぱり、これが60超えてから帰ってくるのと40で帰ってくるのと違うから、だから、これからまだまだやることがね、できるし、まだ体力的にも。そんな感じかなと思うけど。今回の100作品公表会、太郎さんの作品を受け取って、どんな風に公表しようかなと思った時に、作品そのものの形の狂いであったり、鉛筆の使い方であったり、そういったことに関しては、過去動画を見てもらうことでクリアできるんじゃないかなと考えました。具体的な公表を一切しないという公表会だったんですけれども、いかがだったでしょうか。ウニアトリエではこのような動画を毎日ではなくて、たまに配信しています。この動画が役に立った、良かったという方は、グッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。そして、この100作品公表会の作品も受け付けております。下の概要欄にリンクを貼っておきますので、希望者はそこから名前を添えてメッセージを入れてください。返信をいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。